前回作った、バギー工作 RC。古の工作キットにメカ類を搭載し、サーボと釣り糸でステアリングを切るという、最小限の改造でラジコン化した一品。今回はこのマシンの進化版を開発する。先に言ってしまうけど、ここから2段階進化します。そして今回、改造自作ラジコンレース、通称マジラジに賛同してくださった、3D プリンターメーカーのエレグーさんから、プリンターとフィラメントをご提供いただいたので、こいつを使って開発していこう。第一進化のコンセプトは、手軽さ。3D プリンターがあれば簡単に再現できる、ラジコン化スターターキット、的なものにしたい。難易度的には、釣り糸式よりも簡単、くらいが目標。第二進化のコンセプトは、性能アップ。ただ単に遠隔で操縦できるだけでなく、せっかくなので走行性能のアップも実現したい。というわけで開発を開始する。まずは木製シャーシをモデリング。形状がシンプルなので初心者の練習に良さそう。他の部品もノギスでサイズを測りモデリング。地道で面倒な作業ではあるけど、CAD上で配置を検討できると設計が楽しくなる。なお、タイヤパターンまでやる必要はないけど、ついつい脱線してしまう。次にステアリングを切れるようにサーボを配置。この向きで搭載すると、サーボとロッドの動きがシンクロして都合が良い。そしたらサーボマウントと、ロッド側の部品を設計。ギアカバーやバッテリーホルダーなどを設計したら、それらに合わせてシャーシの形状を修正し、3D データ完成。なかなか良い感じにまとまっているように見える。3D プリンターで召喚。まずはテストを兼ねて小さい部品を1個だけにしてみた。せっかくなのでこちらの、センタウリカーボンがどんな機種か見てみよう。この機種はシンプルに言うと、コスパの良い初心者から中級者向け 3D プリンター、という感じ。セットアップも簡単で扱いやすく、低価格帯ながらチャンバーに覆われているので、オープン型では難しい材料も安定して出力できる。これからマジラジを始めようとしている方も、始めないけど 3D プリンター欲しいという方にも、最初の一台として有力な選択肢になると思う。なお、皆さんお察しの通り、概要欄にリンクがあるので気になる方はぜひ。ちなみに後継機のセンタウリカーボン2が発売されたので、予算が許せばそちらもありだと思う。ところでこの機種、読み方はセンタウリ？それともケンタウリ？気になったので中の人に確認してみたら、センタウリが正式らしい。そんなこんなで召喚完了。収穫した部品がこちら。綺麗に造形できているぞ。使ったフィラメントは PETG という材料で、3D プリンターでよく使われる PLA よりも、熱やクリープ変形に強い、という特徴がある。出力のしやすさと物性のバランスが良いので、自作マシンの開発にぴったり。テスト造形が良好だったので、他の部品も一気に召喚して、すべて出力完了したので組み立てていこう。まずはステアリング。組み立て前にサーボホーンにネジを取り付けておく。これでステアリング周りはほぼ完成。裏から見るとこんな感じになっている。サーボホーンのネジが、ロッドに付けた部品の溝に収まっていれば OK。そしたらシャーシにネジ止めし、タイヤ&ホイールを装着。リアのギアボックスは、元のキットと同じ方法でネジ止め。どさくさに紛れて、ギア位置がずれにくいようにスペーサーを追加してみた。なお、シャーシ側に段差をつけることで、サスペンションが動きやすいようにしてある。裏側には最初に召喚したギアカバーを取り付けておこう。次はモーターの配線。元のキットはモーターに直付けだったけど、モーター交換のたびに配線を付け外しするのは大変なので、このパーツに配線を装着することで、簡単にモーター交換ができるようにした。そしたら ESC と接続。第一進化は手軽さ重視なので、とんでもない手抜き接続にしてあるけど、ここはモーター側もギボシ端子にするか、端子を使わずにハンダ付けするのが賢明。モーターをシャーシに乗せたら、次はバッテリー。この変な形のパーツは、バッテリーとシャーシの隙間に入れるスペーサーで、2パターンのバッテリー搭載位置を選べる。今回はなんとなくフロントヘビーを選択。最後に受信機、アンテナ部分を保護するためにパイプをつけてみた。これをマシンに搭載すれば、3D プリンターでカスタムしたマシン、バギー工作 RC、完成だ。進化前よりも少しだけスタイリッシュになったぞ。
ただし相変わらず反対から見ると配線の主張が激しい。ちなみに配線を束ねているこれは、100円マシンの時に買ったけど使わなかったインシュロック。動作チェックいってみよう。スイッチオン。よし。スロットルもステアリングもスムーズに動いている。サスペンションの動きを見てみよう。これもなかなか良い感じに動いている。ロール方向も一応動くけど、ちょいとぎこちない感じがする。サスが動いた際にステアリングを切るとこんな感じ。ツリート式ではグラグラになったけど、今回の方式ではサーボが追従するので問題なし。サーボの分バネ下が重くなっている気もするけど、そこまでシビアなマシンじゃないのでよし。さて、マシンが完成したのでシェイクダウン、と行きたいところだけど、何か忘れているような気がする。オフロードサーキット。バギーを走らせるならこれを使わない手はない。というわけで久々に見てみたら、あれ？なくなってる？冬場は草生えないし大丈夫だろう。と思って放置していたら消滅してしまった。まあ夏場の雑草に比べたら大したことないので、半日くらいでちゃちゃっと整備してしまおう。などと余裕をぶっこいていたら、ここまで整えるのに丸3日かかりました。すぐ終わると思ってちゃんと記録していなかったけど、ダイジェストで振り返ってみよう。1日目のリザルトはこんな感じで、あらかたの雑草は除去できた。案の定作業の途中で鳥が来たので、サスケ弟と観察中。疲れすぎて意味のわからないことを言うおじさん。2日目は、イチゴコーナーに根止めを打ち込みつつ、暴走ゾーンのシートがヨレヨレだったので、思い切って剥がしてみた。そしたら根っこが大量に出てきて死闘を繰り広げる羽目に。3日目、このままでは暴走ゾーンではなくなるので、暴走できる砂を入れることに。ただしサーキットやマシンに悪影響があった時に、元通りにしやすいようコースの半分のみにした。最後に気合で人力転圧して整備完了。これで1本動画になるレベルな気がしたけどアフターフェスティバル。そんなこんなで準備が整ったので、やっとこさシェイクダウン行ってみよう。ちなみにモーターはノーマル、ギアはトップギアを選択。ゴー。良い感じに走りがおっと、ちょっと操作が、イン側にぶつかってしまった。体勢を立て直して続行しよう。まだ操縦に慣れてないだけさ。あ、そっちは。暴走ゾーンの砂でスタックしてしまった。どうやらここは避けて走る必要があるらしい。操作がおぼつかないのは私が下手だから、ではなくトリムの調整をしていなかったから、ということにしてリトライ。ゴー。せっかくなので2周のタイムも計測しておこう。今度はできるだけ慎重に走らせる。路面が乾燥しているので、かなり慎重に操縦しないと完走できない。今のは乾燥と乾燥をかけた高度なギャグですね。2周目に突入。少し慣れてきたのでペースを上げたいところ。ただし暴走ゾーンでスタックは避けたいので、慎重にイン側を走る。ここさえ通過すれば残すはみかんコーナーのみ。おっと、スピン仕掛けたけど持ちこたえて。ゴール。タイムは 33.58 秒。次はトルクチューンモーターで行ってみよう。ゴー。まずは慎重にスタート。したつもりだけど、ノーマルモーターに比べてかなりパワフルなので、少しスティックを倒しただけでスピードが出てしまう。おお、外側に膨らんでしまった。先ほどと同じくトップギアで走っているのだけど、トルクは十分すぎるので、ローギアを使う場面はほとんどなさそう。最後のコーナー、またちょっと膨らんだけど良い感じに抜けて、ゴール、タイムは 28.71 秒。5秒近く速くなった。さて、第一進化マシンはここまでとし、次は性能アップ版のマシンを開発しよう。というわけで 3D データを作り、センタウリカーボンで召喚。第2進化はフィラメントもアップグレード。こちらは先ほど使ったペット G に、カーボンファイバーを添加した素材。特徴は、高強度、光合成、優れた耐摩耗性。つまりシャーシやモーターホルダーにぴったり。あとシンプルに、カーボンファイバーの響きがたまらん。収穫したパーツがこちら。マットな質感でとても良い。
これをマシンに、インストール。第2進化のポイントを見てみよう。まずはギア比。ピニオンギアを 12T から 30T に変更。これによりギア比的にはスピードが 2.5 倍になる。それだとトルクが小さくて加速が鈍いのでと思うかもしれないけど、そこは心配ご無用。ギアに搭載したこのサーボが、走行中にギア比を変更することで、スタートの加速と最高速を両立する3段。ちなみにギアが変わるとモーター位置も変更になるので、低い位置に搭載して重心化してみた。リアのサスペンションは、方式を大胆に変更。ピッチ方向はモロチン。ロール方向にもしっかり動く。わかりやすくシャーシ単体で見ると、こんな感じの構成になっている。元の方式はガタが大きかったけど、新方式はガタを小さくしつつ、滑らかに稼働するようになった。なお、フロント周辺は特に変えていないけど、配線保護のためにカバーをつけてみた。リアモーターなのになぜエアスクープっぽい形状なのか。それは単純にかっこいいからです。動作チェックいってみよう。ステアリングとスロットルは問題なし。重要なのはシフトチェンジ。サーボは左スティックの上で動くようにしてある。スロットルをオンにして動かしてみよう。そういや。おお、ちゃんと変速できているぞ。クラッチもないし、ギアを無理やり押し込む超シンプルな方式だけど、とりあえず動けばよし。マシン重量は約 283g。第一進化時の車重を測り忘れてしまったので、参考までに進化前のツリートマシンと比較。サーボが増えたりモーターホルダーが大きくなったり、なんやかんやで 20g 以上重くなっている。というわけで第2進化完了。と言いたいところだけど、何か足りないような気がする。ボディがあった方が良いのでというわけで 3D データを作成し、センタウリカーボンで召喚。ツリーサポートを除去し、これをマシンに搭載すれば、遠隔に即変速式マシン、バギー工作 RC、シフター、完成だ。ボディがつくと一気に完成度が上がる。マシン重量は約 301g。ついに 300g を超えてしまった。ちなみに裏面はこんな感じ。早速シェイクダウン行ってみよう。前日に雨が降ったので路面は若干湿っている。走行の比較的にはよろしくないけど、こればっかりは仕方ない。ゴー。お、早い。いちごコーナーで膨らんでしまった。もっとマイルドな加速になると思ったけど、ローギアで走る分にはトルク不足は感じない。一方で速度も十分なので、スロットル控えめにしないとスピンして言ってるそばからやってしまった。すぐに立て直して続行。最小限のタイムロスで復帰できたのでまだ助かる。タイムは 25.12 秒。第一進化からさらに約 3.6 秒速くなった。ミスらなければもっと良いタイムが出そうなのでリトライ。ゴー。先ほどの走行で感覚は掴んだのでいける気がする。おっと、暴走ゾーンに侵入したけど勢いで通過できた。みかんコーナーも良い感じ。これはかなり速いので急いでバックして。あれ？何かおかしいぞ。なんかカーズの車みたいになってる。取れちゃいけない部品が取れてますね。周辺を探索中。皆さんは見つけられましたか？正解は、ここ。今回はギリ見つけられたけど、これは紛失してもおかしくないな。ところでこのコースを周回しても、トップギアを使うタイミングは皆無だった。しかしこのままでは終われない。ので、オンロードでテストしてみる。わかりやすさ重視で、シンプルにまっすぐ走らせる方式。まずはギアチェンジなし。ゴー。思ったより早いな。次はこの辺りでシフトアップ。ゴー。おお、後半伸びたな。重ねて比較。ゴー。ここでギアチェンジ。やはり伸びが違う。難しそうだけど追いかけて撮影してみる。ギアチェンジなし。ゴー。臨場感良いぞ。操縦、カメラの画角、自分の動き、シフトアップ、同時にできるのか？ゴー。おー。ギリできた気がするのでスローにも挑戦。シフトアップまで。3、2、1。おー。これはテンション上がりますね。
というわけで第2進化も完了。サスの進化はあまり実感できなかったけど、スピードアップはわかりやすかった。シフトアップはオフロードだと使いどころがないし、走行後のギアを見たらダメージが、ここぞという時だけ使った方が良さそう。ただ、限られた条件でのみ発動できる諸刃の剣、みたいな感じでむしろいいなと。これは接着しておかないとですね。ところで前回のマジラジやローゼ動画の直後から、参入宣言が多くてびっくり。中にはすでにマシンが完成し動画をアップした方も。というわけでイベントとか何も予定していなかったけど、急遽来月プレ走行会をやってみることにしました。不慣れなので色々と不備が多いと思いますが、参加したい方は Twitter をチェックしてください。もろちん来れない人がほとんどだと思うので、各地で盛んにレースができるように、こんな風に遊んだら楽しいよ、みたいな動画も今後作っていきたいと思う。ルール無用 JCJC やマジラジの動画で、3D プリンター禁止にしないと参入しにくい、的なコメントをいただくのですが、私はむしろ逆だと思ってます。理由の一つとして、3D プリンターとデータがあれば、比較的簡単にマシン再現ができるので、いわゆる、強くてニューゲーム、が可能になるのは、参入のしやすさにつながるかと。というわけで今回作った 3D データ、せっかくなのでブースに置いておこうと思います。無料ダウンロードは色々とトラブルが多いので有料ですが、比較的安価な設定にするので興味があれば何卒。雪上レースが開催される可能性もあるので走らせてみた。はぁ。バックの方が安定するぞ。スタックしてしまった。こんなこともあろうかと。ディスクタイヤを用意しておいたのだ。やはりタイヤが大きい方がよく走る。からのバック走行。さらにシフトアップ。タイヤ系大きいのでめっちゃ速い。